からな夕やしゃあまだ名前のないものがやたくさんあってやややや夕やしゃそういうものが話に出てくるたびにおう夕やしゃ村人はいちいち指ささねばならなかった夕やそういうものが話に出てくるたびに村人はいちいち指ささねばならなかった。物にも魂がある。問題はだ、どうやってその魂を揺さぶり起こすかだ。まだ一度もない。あ、お月様が真っ赤だ。ホラーホームにかかったみたい。俺はこうやって毎日空回りばっかりしてるんだよな。法学祭に失わなければそれでいいのよ。もう88夜にもなるって言ってるんだよ。私たちは一生どこへも行けそうもないんだわ。ああ、それなのにまだ一度もない。何がよ、ほらでな、みんなが俺のこと不能だ不能だっつってな。恐山の種は不能だってよ。仕方がないわよ。私たちはいとこ同士なんだもの。いとこ同士か。あの話は迷信だよ。嘘に決まってるよ。嘘じゃないわよ。いとこ同士で夫婦になると生まれる子はみんな線抜きの形をした。先っぽに毛が生えて尻尾がくっついてる。ねえ、何の尻尾か知ってる？何の尻尾よ。だから生まれた子はみんな筒型のダボダボのズボンを履いて一生童貞で通すの。信じられないね。それはね、作り話。女子には絶対見せられないその豚の尻尾を肉屋に行ってにっきりの中で叩き切ってもらったら血が止まらなくなって死んじまったって話もあるのよ。19の若さで。おばあ様の作り話。あの人はな、俺たちが一緒になるの本当に反対したんだよ。でもここでは大おばあ様の言うことが絶対なんです。行けばいいだろう。なあ畑、東だ。もっと東に行こう。ここにいたけりゃ死ねって言うなら死んでもいいです。お前そんなにここに残りたいの？俺よりもこの土地の方がいいっていうのか？ああ、お月様が真っ赤。ホラホームにかかったみたい。一人だってここから出てってやるよ。
休みのところを起こして誠に申し訳ございませんが、私困っているんです。もうそろそろお許し願えませんでしょうか。種が毎晩私を抱きたがります。私も種が欲しい。それに村ではみんな種のことを不能だ不能だって噂しとります。だから種は外に出ずにうちに持ちだけ毎日ため息ばかりしております。大場様、私は豚の尻尾の生えた子供を産んでも構わないんです。産んだら2人で育てます。おばあ様、お願いだよね、せめてよ。畑ほらほらほらせめてよあれだけは外してやってくんねえかな、おばあ様と。あれだけはさ。ダメだ、どうしても外れねえ。口さえ聞ければ豚に似ていようがいまいが俺は一向に構わねえんだ。俺は不能じゃねえぞ。あんたどこへも行かんでね。私と一緒にここにいてね。死体を土の下に埋めないうちはどこの人間というわけでもないんだよ。これがな、写真っていうもんなんだよな。もう永遠に年老いることのない姿ってのがね、そこにそうやって定着されてんだよな。すげえな、全くすげえもんだな。星を抜かした村長じゃない。そうだよ。麦、おい、お前も一枚取っといてやろうか。なんだよ、どうしたんだよ。その金属板、姿が映されると俺がすり減る。お前がすり減る？ここにはな、お前の本当の姿ってのは定着されるんだって。俺何にも映らない。だって俺本当の姿がないんだ。それでも映るんだよ。この写真術でな、正体を暴かれないものなんてのはないんだ。本当に何でも映るのか？本当に何でも映るんだよ。だってお前な、これは神様だってバッチリっていう、そういう代物なんだぜ。俺たちの目に見えないものを取るくらいわけのないことよ。じゃあ試しにさ、なんだよ。ピアノ弾いてるやつ映してくれよ。ピアノ？よし、取ってやろうじゃないか。俺のバッチリ金属板に焼き付けてやるよ。そしてな、あのピアノの見えない弾き手の正体を村中に張り出して赤っ恥かかしてやるぜ、これ。何？式はまだ始まらないのでしょう。申し訳ありません。花嫁衣装がまだなもんで。しかしもうこうやって1週間も待たされてるんですがね。もう1週間。恥ずかしい話ですけど、ほら、この子が生まれた時、母親がすぐに花嫁衣装を作ってしまったもんで、もうすっかり小さくなって間に合わなくなっちゃったんですよ。おまけに2握りほどのナフタリンを入れ忘れたために、衣装のすすやベールのレース、オレンジの花のかぶり物が虫に食われて、もうボロボロで。どうだっていいんだよ。式がいつ始まるかって聞いてるんだ。そうですよ。いつ始まるのかって聞いてるんですよ。もうすぐです。もうすぐ縫い上げられた花嫁衣装が届くはずです。いや、
どうも申し訳ありません。暑いな。暑いですよ。暑いな。あとだよ。あの時の針目を間違えた。針を指に突き刺して手が傷だらけになったから治療代を含めて縫い賃をくれ。今はダメだよ。式が終わってから。式が終わっていい加減にしないか。とっとと式場から出ていかないとこのステッキでドタマ勝ち割るぞ。恥ずかしながら今のは私の妹でして、どうか一つ多めに見てやってください。よかった、間に合った。よいしょ。これうちのお父ちゃんのところにお願いします。名前は杉捨吉、命日は7月10日。ちょっと何ですか？メイドへの郵便配達引き受けてくれるって聞いてきたんですけど、これうちのお父ちゃんのところに届けてください。ああ、物はダメ、手紙だけです。こちらつぶらな瞳の郵便局の金ちゃんがメイドへの郵便物を抱えて日暮れに旅立つという知らせが広まってからあっという間に箱いっぱいの手紙が集まりましてね。字を書けない人は口から口へ。さあどうぞ。父ちゃんお元気ですか。近いうちばあちゃんがそちらへ行くのでよろしく頼みます。相手の名前と命日もね。工藤大、命日4月4日。ね、もう目いっぱいなんですよ。それにオレンジは重いしかさばるし。じゃあ全部がダメだったらこれ1個だけでもいいんです。お父ちゃん、今年も女手一つでこんなに立派に実らせたぞーって。いただきます。じゃあこれ一つをうちのお父ちゃん。切っていいぞ。何ですか。じゃあ他のは全部差し上げますから、これ一つだけお父ちゃんのとこ届けてやってください。だからダメだよって言ってんだろ。手紙だけだって。それになんてまずいオレンジなんだこれ。ラキンボ。まずい。返してよ私のオレンジ。何がまずいんだ。いつまで食ってんだこれ。ではお願いします。仲の良い一生の付き合いよりたとえつかの間でも死ぬ前の仲直り。アーメン。よし。生きるな。いや仕事ですよ。ちょっとメイドまで郵便配達に行くことです。誰の命令だ。誰の命令だって言ってるんだ。いや誰も命令なんかしませんよ。この村には村長なんかいませんから。私のオレンジ。それよりあんたこそ一体誰なんです。この村じゃ見かけない顔だが。自分は雨降り雨太郎大佐だ。長いことニューギニア戦線で指揮官をしておる。たまたま本隊とはぐれジャングルをさまよってるうちこうやって自分の生まれた村へ抜け出てしまう。ありがとう。変わった。しばらくぶりで戻ってみるが
全てが一変している。なんていう変わりようだ。何ですか？面影すら残ってないな。立花君。まるで別人だ。立花君だ。間違いない。私は神父のドン・カミーロですよ。何勘違いしたんですか？私は神父のドン・カミーロです。立花じゃありません。分かった。何か深い事情がおありのようだ。そのことについてはもうこれ以上は触れんが、立花君、この脱走兵は？いや、脱走兵じゃありませんよ。郵便配達人です。村中の手紙を預かってメイドへ配達に行くんですな、金坊。この脱走兵は？バスのオレンジどうしてくれんだよ。やましいよ、レンジってのにも。とにかく日暮れまでには旅立たないと。気をつけろ！よしよしよし。自分はニューギニアの戦場でも部下に3メートルの輪をチョークで作らせ、兵士たちが3メートル以内に近づくことを許さなかった。いつも輪の真ん中に一人で立って簡潔だが反抗の余地などない命令を下してきた。3メートルの輪、それは自分に下された決断の罰だ。罰の名は孤独だ。川上。はい。どうだ川上、何か前線に変わったことはないか？今日はありません、大佐殿。よし。何か？式はまだか？は、まだです。しかし花嫁はもうすっかり出来上がってるじゃないか。申し訳ありません。実は神父さんが突然に出征してしまったんです。まさか私たち戦争が終わるまでここで待てっつんじゃないだろうな。いや、すでに代わりは呼んでおります。ただ皆さんもご承知のように、ここが村で最初の教会なもんですから、他に神父はおりません。そうかそうか。これじゃ式は無理だな。延期だね。延期はしませんよ。神父がいないのにどうやって式挙げるつもりなんだ？
帰りましょう。本気はしない。どうか皆さん、そのまま歌ってください。これでもう大丈夫だよ。じゃあ引き金引くとするか。ちょっと待ってくれよ。いきなりストンとやるとさ、相手は自分が取られるっていうことが分かって逃げ出しちまうじゃないかよ。何しろ相手は鬼のようなやつだ。麦、お前ちょっとピアノの前に立ってくれよ。俺が？そうだよ。やつにはな、お前を取ると見せかけりゃ安心すんだよ、あいつ。本当は俺も取る気なんだろう。取らねえよ、バカ。行くよ。よし、今に見てやろよ。ピアノの前なんかに座りやがって、わけのわからない曲ばっかり弾きやがって、この見えないキザ野郎め。俺はな、全身をひんむいてな、亀の子だわしてゴシゴシやってやんだよ。そのままだよ、お前は。まあ、そのまま息を止めて10秒間そのままでいるだけでいいんだよ。よし、じゃあ行くぞ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。よかったよかった。そのシャムのおかげでやっと女房を喜ばせることができたじゃないかよ。おめえのかみさんは別の楽しみ期待してんだ。なんとかしてやんだろ。絶対胸が打つんだってな、おい。それもすっぱだかで汗びっしょりかいてな。大股を広げてな。あれね、父ちゃんもっとつらさ。よう、もしなんだったら俺が代わりに大砲ぶち込んでやったっていいんだぜ。ちょいと、あたいのケツを触ってみたいと思わないか。僕触るだけならごめんなの。あんたの子供が欲しいよ。大砲ぶち込んでやるからよ。
つばの様へ。いくつだっけ？あのね、年はいくつだって聞いたの。11。まあ見事に発達したもん。こんにちは。愛しの妻よ。やっぱり私宛てだよ。でも私には亭主なんかいないから。今読ませてもらうけど。愛しの妻よ。互いに遠く離れていても私たちはいつも気持ちが一つだった。私はお前から引き取った一人娘のカケスをお前のつもりで可愛がってきた。カケス、こんにちは。だが歳月は移った。私は病に打ち勝つことができずにこのマラッカの北ホテルで間もなく息を引き取ろうとしている。思えば恐ろしく徒労の旅であった。ろくな仕送りもできなかった亭主ではあったが、今となってはお前に埋葬してもらいたいと。何これ。死後の処置を知人に託す。どうか私の遺骨を我が家のどこかに埋葬し、末永くカケスを可愛がって。呆れた。まったく全然私身に覚えてない。あのね、この手紙はね、全く偽物ですよ。私には亭主いないから。あのね、私は男嫌いで取ってんですよ。年は取ってたってあそこはまだ子供のままなんだよ。おぶこのままなんだよ。母さんじゃないって結婚してないんだから。いや間違いだってよ。もう頼むから言ってくれよ。違うんだ。愛しの妻へ。愛しの妻。離れていても私たちはいつも気持ちが一緒に。お前そこで何してんの？勝手な真似をさせられる。ここはあんた一人のうちだ。
よそんなもん。今すぐ壊すんだよ。豚が生まれたら2人で育てりゃいいじゃねえか。お前のせいで死人を出すよりはよっぽどマシだよ。血だ。二番星の血だよ。畑俺は決心したぞ。俺は今すぐお前を抱くんだ。二番星を殺したのね。こうなるようにしかならねえんだよ。やらせろ。ここじゃ嫌だよ。ねえあんた、どっかよその土地に行こう。ねえ、誰も私たち知らない村に行こうよ。嫌なんだろお前、この土地離れるのが。いつもそう言ってるじゃないかよ。あんたについてくわ。本当か？行くぞ。おばあ様、お許しくださいまし。急げよ畑。追っ手が来るかもしれないんだよ。刑事のうろうろしてやった。あんたも一緒に拝んで。バカ言うなって早く来いよ。あ、そうだ、それからな、家の中に足跡を残すなよ。足跡ってやつはな、時々懐かしがって俺たちを呼び戻そうとするんだよ。消えねえな、足跡って。こっちも消えないよ。それはな、この間ドブロックをひっくり返した時の足跡で、それはよ、大ばあ様の葬式の時で、その左のはな。あ、これはね、あんたのだよ。ほら、酔っ払ってあんたが豊作踊りを踊った時の。こっちも。ダメだ、消えねえもんだよ。いや、このままにしていこうな。これ全部消そうと思ったら今まで生きてきた分の長さがかかっちまう。いくぞ。電報です。電報です。電報です。それにしても電報の発信人は誰なんだろうな。電報を渡すべきなんだろうか、それとも渡さざるべきなんだろうか。ねえ、早く渡してやってくださいよ。早く。なんで早くなんですか？電報はな、早くなくちゃダメなんだよ。あ、固定観念だ。ひどい固定観念だ。おい、悩むなよ。誰も悩みたくて悩んでなんかいませんよ。しかしね、しかしなんだよ。いいですか？人は悩みたくないから悩むんです。悩んでもいいなら誰も悩んだりなんかしませんよ。電報ですか？電報です。馬電です。母きとすぐ帰れ。
うちはるか。おいおい、お前たちほら、お前たちだほら、お前らな、あの手まりにはちょっかい出さない方がいいぞ。なんだって？あの子はな、ちょっとそばに寄って匂い嗅いでみな、匂いを。スケソウダラが腐って何をしてんだ。この間なんかな、宝くじに当たった朝鮮人が自分は幸運だから大丈夫だなんつってあの女と寝ちまったら、次の日の朝馬に胸蹴破られるわ、血へど吐くわ、のたうち回って死んじまったんだ。出たらあればっかり言ってやがんな。死ぬほどやらしてちょうだいよ。死ぬほどやらしてちょうだいよ。そうだ、死ぬほどやらしてちょうだいよってね。母既得、すぐ帰る。母さん、元気だったんですか？元気だよ。ピンピンしてる。でもいつ老人ホームを出てきたんです？おとっついだよ。そんなことよりお前今日結婚式だろ。ちゃんとできるようになったのかい？家庭の医学に書いてあったよ。母親っ子には早漏が多い。気をつけておくれよ。この辺はね、至る所にウサギが埋まってんだから。まったくお前はいくつになっても私を悲しませるよ。お母さん、何掘ってるんです？郵便配達夫。掘り起こしてね、手紙を持ってってもらうんだよ。メイドに郵便配達しにっていうのにさ、母さん預け忘れちまったんだよ。あ、ウサギ！気をつけろって言ったの、まったくもう。確かにこの辺りなんだよ。父ちゃんに出す手紙だね。父ちゃん、声組の松さんにだ。死んだ父ちゃんには内緒だよ。私たちのことはね、神父さんだって知らなかったんだよ。郵便屋さん、郵便屋さん、郵便屋さん。あ、大変だ。結婚式に戻らなくちゃ。頑張ってくるんだよ。夢見るかい？時々。どんな夢？どんな夢？あんたが死んだ夢。私この頃夢でうなされるんだよ。でも夢の中で出会った人が一体誰なのかだんだん分かるようになってきたんだよ。お父さんだ。先週その人が私の枕元に立ったんだ。だから私思い切って聞いてやったよ。あんた誰だって。そしたらその男こう言ったよ。私は12年前にこの部屋で死んだ男だって。だから私言ってやったのね。悪いけどこのうちはね、2年前に建ったばかりだ。そしたらその男なんて言ったと思う？イケシャーシャーとこういうの。その通りだ。
死人にだって間違いはあるんだ。死人にだって間違いはあるんだって。こんにちは。また出た。お母さん、お久しゅうございます。お母さんの時も抜かれた。知らん。私あんたなんか知らんって。お父さんは死ぬ間際までお母さんのことを心配してました。知らんって。私はね、結婚したことも子供を持ったこともないって。これがお父さんの遺書です。暗唱しております。愛しの妻よ、互いに遠く離れていても私たちはいつも気持ちが一つだった。ああ、聞き覚えがある。あんた誰？カケス。カケスです。私と同じ名前だ。とにかく埋葬させてもらいます。何するんだ。そう、私のうちだ。ダメ。何するの。死んでるくせに。お父さんが言ってた。この家にはいろんな響きがいっぱいだって。風の吹く日には木の葉が舞い上がるんだけど、見たところ木なんて一本もない。誰もいないのに話し声がする。皆優しい人ばかりで時々歌を歌っていたりする。偽物だ。そいつな、そいつうちの馬2頭と取っ替えてくれや。何がいいんだよ。いいだろ。あのな、そいつはな、うちに入りきらないほどの金を引きずってきてくれる。なあ、物にも命があるんだ。こいつはな、その魂を揺さぶり起こすんだ。お前たちもさっき見せたろ。俺がこいつを引きずって歩くと、この辺に
にある手鍋やら引っかき棒が元あった場所から転がり落ちて、こいつの後どんどこついてくる。釘とかネジとかは必死で抜け出ようとしてもがくから、材木は悲鳴を上げて苦しがるっちゃう。お前だから取っ替えてくれって言ってんじゃねえか。うちの馬2頭ぞ。ダメだ。ダメか。だったらな、双子の娘つけてやる。ダメだって。なんだったらな、うちのおっかんもつけてやる。いいだろお前。どうしてもダメか。ダメだ。なあ、この磁石じゃ金の魂を揺さぶり起こすなんてことはできねえんだ。おめえ一体何者だい。俺はな、ズンムっちゅうんだ。この辺りじゃあまり見かけねえ顔だな。当たり前だ。俺はな、シンガポールの熱病でやられてもう死んじゃったんだ。死体はな、雨で流されて下流の曲がり角で引っかかってたんだな。もうあれこれ10年先のことなんだな。何？10年先に死んだってかよ。腹の上にはな、1羽のハゲタカが止まってる。あのな、10年先ってのはまだ来てねえぞ。これ覗いてみろ。どうだ。おい、空き地の向こうの家がよ、すぐそばにあるわ。これな、レンズって言ったレンズ。まだこの村じゃ発明されとらんの。だけどな、科学のおかげで物の距離なんてのはなくなっちまったんだよ。本当だよ。なんでもすぐ近くに見える。マニラの湿地帯の20年先、カラフトの発電所の30年先。俺はな、もう3度も4度も死んだんだ。でもそのたんびにまだ書かれていない村の記録にこれから起こる出来事を書き込んでは帰ってきた、ね、まだ起こっていないことも歴史のうちだなんて言うからな。もう一つだな、俺なんかどうだ。これ地上最大のダイヤモンドだ。バカたれ、冗談じゃねえよ。氷ってもんだそいつは。こらお前ら見たいのか。見たかったらな、10円ずつ出せ。オールスターがすごい見える。子供たちにも一つずつ買っていってやろうか。見え振り返ってるよ、このダイヤモンド。こいつは近来にない大発明。どうしたんだお前。おじけづいたのか。まさか。でも万一よ。なんだ。俺死んだら親父の面倒頼むよ。何を言ってんのお前は。この女はな、もう17にもなるっていうのにまだ一人で風呂に入れねえんだよ。今でもな、神父様に入れてもらってるらしいんだよな。それによ、ちょっと目を離すとね、自分のクソのついた棒で壁に動物の絵なんか描いたりするんだよ。汚ねえから話ねえよ。もちろん読み書きも全然ダメだ。箸の使い方も知らないから、物を食うときはいっつも手づかみでよ。家の中歩き回るときもほら裸足だよ。だけどね、男と寝るのだけはもう抜群なんだってよ。じゃあ米先やってみろ。俺、ダメだよ。俺まだ調子が出てねえもん。ちょっと調子出てねえもんな。かわいいな。しかしかわいいよな、こいつはね。ここはさ、俺たちの友情ってやつにかけてさ、どうだい、2人いっぺんに昇天しちゃおうか。
駒内の話を聞きたくないかね。駒内から沼地へかけてあちこちの村や町で起こった事件のニュース。急ぎますから。地主のばあさんはなぜ車椅子から降りないの？地主のばあさんは若い頃飛行機の音に驚いて。あんた誰？お、ご覧の通りだ。もしかしたら歌い手だね。この辺りじゃあんまり見ない顔だけど。しかし私はこの村ができた時からのことを知ってるんだよ。この村ができた時からのこと。私はもうかれこれ200歳にもなる。最近では駒内から沼地へかけてあちこちの村や町で起こった事件を歌にして伝えあり、もし伝えてもらいたいことや世の中に広めてもらいたいことがあれば、それを私のレパートリーに加えてやってもいい。1件2円50銭。レパートリー？持ち歌だ。どれ？そこの種が女房の低層体を叩き壊して無事に男になったことを村の連中が知っているのも私の歌のおかげだった。ああ、見ていてごらん。そろそろみんなが集まって世間でどんなことが起こってるかを知るためにな。尋ね人も歌にできますでしょうか？もちろんだよ。世の中に歌にできないことなんつうのは一つもないんだ。この女はね、ヤゴっていう男を探してんだよ。そう、ある日ひょっこりやってきたヤゴはこの人ん家に住み着いちまった。誰もヤゴの正体を知らない。でもヤゴが来てから私の運は上向きになった。それまで病気持ちの牛が1頭しかいなかったのがどんどん子供を産んで増え始めたんです。何しろね、ヤゴがこの人と一発やるたびに子牛が7匹ずつ生まれたっていうんだからね。子牛だけじゃなくロバも豚もです。家中が家畜でいっぱいになりました。それからヤゴは富くじを売り出した。めくらの子供が袋の中から当たり番号をつかみ出し、当たった人に家畜をあげる。幸運な人はその場で家畜の首をかっ切って血を吹き出させてみんなで回し飲みした。私言いました。もう一生どこへも行かないでねって。ヤゴは言いました。俺が死んだら死体にこれを履かせてくれって。なんだいそりゃ。靴です。金のエナメルの靴です。死体に履かせる金のエナメルの靴。ヤゴは勝手な男でした。近所の子供を集めて小便で顔を洗わせたり、三日月にはしごをかけようとして落ちて腰を抜かしたり。だけどあんた好きだったんだろ。ところがひょっこりいなくなっちまった。ヤゴはどっか行っちまったんだよ。それから家畜は炭疽病にかかって次々と死ぬわ。大雨で屋根は潰れるわ。女郎屋からはヤゴへの請求書がどっときた。何もかも昔のままになって、雨漏りはするし、土間に草はボーボー。何もかもが昔の雨になり。今じゃ残ってるのはロバ1頭と山と積まれた借金の請求書だけ。ヤゴからは何の頼りもない。尋ね人をお願いします。わかった。なんとか歌にしてみよう。それでそのヤゴの特徴は？あ、ほら、ヤゴの特徴はって聞いてるんだ。わかりません。わからない。わからないって。ほら、ほくろがあるとかないとか、目が片っぽ見えないとか、びっこだとか。全然。あんた一緒に寝てたんだろう。せめて背が高いとか低いとか太ってるとか。一つも覚えてません。この野郎、作り話だったんだね。夢見てたんだよ。そうだろう。夢見てたんだ。夢じゃありません。何一つ覚えてないんだ。夢に決まってるだろう。夢じゃないよ。ほらごらん、この金のエナメルの靴、これがちゃんと残ってるんだ。こ
籍を使ってるからこんなことになっちまうのよ。おかしいな。これが時計だということをどうして思い出せなかったんだろう。丸7日、後ろも振り返らずに逃げてきてやっとたどり着いたところが隣の空き家だったなんてさ。ほら、あの男言ってたじゃない。新天地に行くには新しい戸籍を持ってた方がいいよって。なんだって？新しい戸籍。これが新しい戸籍か。それは時計でしょ。そうだ、これは時計だ。そりゃここが隣の空き家だってさ、私は満足してるわよ。ほら、あんたが低層帯も外してくれたし。だけどちょっと書くもん持ってこい。何をいきなり。これが時計だということを書き留めて。書かなくたって大丈夫よ。時計は見ればわかるもん。ねえ、あんた裏の噂聞いてる？空き地の穴がね、毎日少しずつ空に向かって掘り上げられていくんだって。土の中じゃなくて空に向かってだよ。なんだって？穴が立ち上がっていくんだって。ああ、時計だ。やっぱり書き留めておこう。どうも時計というのを覚えてる。これは何だ？それは鍋よ、平鍋。そうか、平鍋だ。これにも平鍋と書いてある。平鍋。どうしたのあんた。物覚えが悪くなってきたわね。だんだん物忘れもなくなってるし。これは何だ？それはね。ほら見ろ、お前だって物忘れが始まってるじゃないか。これはな。それは袋よ。そうだ、袋だ。これにも袋と書いてある。だけど、それからついでに。何？ついでにな、お前にも畑って書いて貼っといて。俺にも種って書いて貼っといて。あんた誰？勝手に人の家入り込んできてひどいじゃない。持って帰んなさい。持って帰んなって言ってるの。ちょっと聞こえないの？返事くらいしたらどうなのさ。面白い。じゃあもう。すいません、配達に上がっただけなんです。配達に？はい、遺品の配達に。遺品の配達だってさ、母さん。まさか私に人間が全然覚えない。父さんからだよ。あ、そうだよ、母さん。父さんからだよ。愛しの妻よ。互いに遠く離れていても私たちはいつも気持ちが一つだった。あるわけないじゃない。ねえ、照れちゃう。あれ、遺品にしちゃ全然軽いよ。なんだろうね。まだあったかいよ、母さん。触ってごらん。いい
子だよ。俺絶対双子だと思うな。だってよ、そうなんなきゃ不公平だよな、2人でやったんだもん。うるさいんだよお前は。厳しいな、聞いちゃいらんねえよ。俺たちの子供だよ。俺たちの子供のため苦しんでんだよ。ごめん、あれ使おう。あれ？難産身代わり苦しみ機械。なんざ身代わり苦しみ機械？物置になったやつ。おい、だけどよお前、これどうやって使うんだ？知らないって。どうするんだよそしたら。こんなんで楽になるのかな。あっ！おばあ様、うんざりした。バカバカ。いや、埋めとけよ。埋めとけばからしない。見てない。見てないよ。早くしろ。あ、神父さん、こんにちは。見てましたか？いや、この全く見てました。あんたたちご先祖様を踏んづけましたね。気がなかったんです。間違いだったんですよ。間違いで。あ、こんなことやるんですか？こんなこと。おお、アーメン。実はですね。俺たちは初めて父親になるんですよ。気が転倒しちゃったんです。この子が何千で苦しみようがひどいんでもう見るに見かねちゃったんですよ。見るに見かねて。こんなことぐらい平気だと思って。やったんでございますか？いや、そうですよ。ひどいなんなんで。とてもご先祖様のことまでかまっちゃいられないと思ったんですか？いや、違いますよ。知りませんよ、私は。いや、畑も種もいなくなってるね。どうしたの？いや、おばあさん、家を間違えたんですよ。そうかい？わしはてっきりここだと思ったがに。イエズス様だって間違えることぐらいありますよ。らしいね。でも神父さんが言うなら間違いはないね。お騒がせしてんですね。すみませんでした。ああ、何でもいいから静かにしておき。うるさくてゆっくり死んでもいられないよ。ごゆっくりしてください。じゃあ、かわいそうだからそろそろこの難産身代わり苦しみ機械を使うことにしようか。でも俺たちは手の使い方知らないですよ。じゃあ大丈夫だよ、適当にやってみこい。適当にってやってみよう。汗ばになる。はい。いいんじゃない、なかなか。いや、いいよ。すごくいい。苦しそう。かな、じゃあ行くよ。決まったかな。よし。じゃあこの産む気にやって耐えます。よし。じゃあ行くぞ。ほら。安産補助払いたまえ、安産補助清めたまえと。苦しい。はい。赤むながら俺よいしょと。苦しみたまえ、苦しみたまえ。あ、そうだ。どうだ。三祝いたまえ、こんにゃろ。三祝いたまえ。参った。じゃあもう一回行こうか。本当にバレたよ。男の子だよ。おい。しっかりしろ。死んでるよ。簡単すぎるぞお前。手前さん、ご愁傷様。二人とも死んでしまった。あ、そしてヒルマイクでおめでとう。思ったより大きい子だよ。本当に憎らしい顔してる。そしてまたご愁傷様。男の子だったよ。かわいそうですね。さあ、入っちゃえ。赤ちゃん、いらっしゃい。ほら。なんか今生まれたばかりにしてちょっと出来すぎてるんじゃないかな。バイバイ。おっぱい。
おっぱい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 鳥かご。はい鳥かご。これは鳥かごである。中に入っているのは紅スズメである。紅スズメには1日1回水と野菜を与えてやらなければならない。多すぎるんだよ文字が。書いておけったのはあんたよ。書かれた文字で名前は分かっても何に使うのか分からなくなる日がやってくるから書いておけって。これが袋か。袋はこっち。鍋。鍋。はい鍋。戸口。おいこれ全部一緒。全部一緒。どうせ忘れてしまうっていうのか。誰だ。思い出せるか。俺もだ。思い出せない。アナ時計壁屋根桶柱机椅子。昔会った人かな。お世話になった人かもしれないの。もっと丁寧に挨拶しとこうか。学校友達か。それとも役場の人間だったろうか。自分が誰だか分かんなくなっちまったんだよ。この人は忘れ物なんだ。いや違うな。その人はな死の大客だ。人間は死ぬということを忘れてしまったんだ。畑たらいだ。たらい水をいっぱい入れたたらいを持ってこい。また死んだ二番星の幽霊を覚えてるんだね。私は言うなって。俺のたった一人の友達なんだ。それじゃないたらいだ。水をいっぱい入れたたらいを持ってこい。
なるとみんな名前が分からなくなっちまったってことよ。お前は誰だろうな。俺が何者なのか。わけが分からなくなってしまった。おい、空がなんだか暗くなってきたぞ。本当だ、真っ暗だ。黄色い花でいっぱいだよ。ガチャリ。何してるの？夢の中から外へ出歩かないように戸締まりをしてる。夢の中から？そう。外？村の連中がみんな自分の眠りから抜け出して他人の夢に出没してまう。おかげで誰の夢も人がいっぱいで私の手に負えなくなってしまう。せめてお前ぐらいは私の夢に閉じ込めておかない。ね。無理だよ。ドアに鍵をかけたんだ。鍵って。お前の産んだ坊やもお前の家から外へ出て行ってしまう。それはただの抜け殻だ。そんなに出たいのか？そんなに出たいんなら出してあげようか、手まぎさん。分かったか？夢で見たものは夢の中でしか思い出せない。ガチャリ。さあ、どこでも好きなところへお行き。坊や、いい子だ。ねんねしな。
水木さんのかわいそうにひどい老衰だわ。死にも年を取るのね。来てるんだよ。死んでも死ぬ虫がいないなんて。息もしてるし。コオロギみたいに縮んじゃって。ほら、これが死。ほら。思ったよりも元気みたいね。どうだ、手紙届いたか？ああ、昨日届いたよ。まさかメイドまで手紙が届くようになるなんて思ってもみなかった。おい、元気がねえじゃねえか。近頃物忘れがひどくてな、自分が誰だかわからなくなる。何言ってるんだよ。元気出せよ。ほら、向こうでもシャモの喧嘩はできるのか？できないのか？ろくなシャモがいねえんだよ。お前が来たらな、もう少しマシなシャモをさせていい勝負見してやるよ。俺もな、死んだ後の退屈な日曜日のことを考えると時々嫌になるんだ。向こうでどんなやつに会ったか。面白いやつには一人も会わなかったな。俺、お前んとこの本家のロクにあったぞ。ロクの養子の鉄、セムシの鳥羽、それから三口の一平にも会ってきた。一平のいとこのガン、そいつの女房でトラフォームのマサ、肺病のテル、天下餅のあやめ、星家の梅、草刈り釜真珠のタツと夢、それからほらローマ犬のあいつもいた。ああ、いろんなやつに会ってきた。どうしたの？どうしたの？あんた、ひどい熱だ。私ここにいるわよ。俺の庭の桜の木に縛り付けるんだよ。立ってると崩れを必要になる。このままじっとして寝てた方がいいってば。焦って桜の木に縛り付けるんだよ。いいさよ、もうか。もし俺を立たせてな、今まで私死んだ奴らの名前続けるんだよ。ログにあったログの養子の鉄。ドマトリカのオーケー。柱浜口鏡オーケー。
17乙女子守りもせずに紅金つけて男欲しさに産屋で招く産屋で招く遅い。戻せ。こんなところで年は取りたくない。これで昨日になった。なんだって今日が昨日になったんだってやめて時間が外へこぼれる帰ってきた。花嫁が帰ってきた。ほら花嫁さんか。違う人違いだ。違いやしないよ。ほらよーく見てごらん。年がこの人はもう大人だ。急に大きくなったんだよ。よくある話だろうが。はっおめでとう。お前が教会でうたた寝してる間にこの子はどんどん大人になったんだよ。どうもありがとう。あなたの赤ちゃん。まさか。おめでとうなぜ来た知らん水に誘われ流れ出た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 ねんねん猫が踊る土人形土の人形の父様を追って山を越えれば人になる人になる来る。来るよあっちから。来るって何や。かまどみたいなおっかないものが街引っ張って。そりゃあんた機関車。機関車。時々村を横切っていくんだよ。奇跡を鳴らしてね。女はみんな奇跡に弱いからね。でも黄色いバナナをいっぱい積んでるよ。ついでに災難だの変化だのも積んでるんだろ。ほら来た。もしかしたら手まりさんじゃありませんか。いいえ、私ミナです。そうですか。俺はまた商売女の手まりさんかと思っあんたこの辺りじゃ見かけない顔だね。た。はい、私は幻ですから。幻はい、7つの海を旅しております。で何しに来たんだいこの村に。ここはね、自分の生まれ故郷ですから。でもあんたの噂は聞いたこともないよ。そりゃ10年ぶりですから。行こう。こんなとこの相手してる暇なんかないよ。そう、10年ぶりなの。そう、実はね、ひどいナンパにあってね、海図にも載ってない島の岩礁に乗り上げてしまったんだ。その島がね、その島がなんとダイヤモンド。わかる？ダイヤモンドの鉱脈のある島だったんだな。信じられない？信じられない。そう、俺にだってね、信じられないんだよ。でもね、ほら。指輪？あんたが作ったのかいこれ。いや、なーにね、腕のいい職人に作らせたんだ。ほら。これがダイヤモンドか。初めて見るよ私。ちょっとはめてもいいですか。ダメだ、お前ここじゃダメだよ。人目につく。こっちだ。よし、ここなら大丈夫。暗い方がよく見えるだろう。キラキラ光ってる。流れ星のキラみたいだね。そうかい。これずーっとしてていいんでしょう。もそりゃお前の出方次第だな。ねえ、手まりって誰？あんたのいい人？俺のおふくろだよ。な、
お前な俺のおふくろになってくるな。そしてなここに触ってなまあすごいって言ってくれな。手まり手まりじゃないよ。いやこう触ってなまあすごいって言うんだ。ほらいいわ。まあすごいな指輪は外さないのか。あんたからのプレゼントだもん。知らないとこれから私を待たせてくれるのかい。こいつずいぶん届いたね父さんの遺品。まだまだ来るよ。明日あの長持ち開けてみようか。ちょっと死んだ赤ん坊が入ってるよ。ラフタリンと一緒に。でも独り占めしちゃ嫌だよ。この間の喪服みたいに。全部返すよ。私は遺族じゃないんだ。ほら聞こえてくる。何が？父さんの骨が壁の中でコトコト鳴ってんのが。耳がどうかしたんじゃないの？お父さんが言ってた。この家にはいろんな響きがいっぱいこもってるって。風の吹く日には木の葉が舞い上がるんだけど木なんて一本もない。誰もいないのに話し声がするんだって。女ばかりじゃご飯おいしくないね。そんならおよし。食べていただかなくて結構。あなた返して。母さん、あの男どう思う？あの男って？遺品配達に。ああ、全然興味ないね。興味あるんだ私。もう来る頃だね。今日は何持ってくんだろうね。うじゃらうじゃらだよきっと。うじゃらうじゃら。今日遺品ないの？ねえ、まさか手ぶらで来たんじゃないでしょうね。母さん、今日は遺品ないんだって。あんたも食べていきなよ。せっかく来たんだからそうしな。他にごちそうしようかな。いいでしょうかな。両親。雨ここほど神の種が必要なところはないと思ってやってまいりました。誰が入ってきたんだ。自然の掟のままに会員を犯し続けてきた罰です。ここにはほら神という字がないでしょう。神という字誰が入ってきたんだって聞いてるんだ。今からでも遅くありません。洗礼を受けなさい。洗礼をじゃないんだ。洗礼なんて何も言わない。目がかすんできた。このように異教徒に等しい人々神のもとに引き戻すのは大変なことです。それには何が必要か。そう教会です。そして水に溺れたものを浮かび上がらせるほどの響きを持った鐘が必要なんですよ。神がここにとどまることを命じています。あなた方には神のお力が必要なんですよ。やだやだ、帰っちゃう。しばらくそのままお待ちください。すぐ催しますから。催してきたぞ。親子道具。この人たちにはね、神のご加護が必要なんだ。これから神の無限の内側の証拠をお見せしようじゃないか。あれを出しなさい。あれを。おう、これじゃこれじゃ。あ、それチョコレート。おう、このマークが目に入らねえかい。森永よ。そしてエンジェルは空を飛ぶんだ。何事が始まってるんだ。チョコレートを食べたの。神様の無限の力
によって重病人を救うこともできるんですよ。これがイエス・キリストの空中不条理であります。さあどうでしょう皆さん、ここは一つ村民の皆さんの力によって教会を建てるじゃないですか、教会を。神のご加護を受けなさい。おいしい神様のご加護よ。みんな思い出すようになるわ。そして昔通りに元気に働けるようになるのよ。はい、もう一口あんた。本当よ。船からもらった大事なエンゲージリング。しかしね、まさかあなたダイヤモンドの指輪がですよ。指輪がどうしたっていうの？静かにしてちょうだい。今お楽しみな。ダイヤが消えた。あんた騙したね。騙したね、このインチキな女たらし。あ、ダイヤが溶けた。
はい。話に聞いてたのと随分違うんじゃないの？あのさ、だだっ広いサロンに200羽をくだらない参加の語彙が飛び回っている。ダンスホールを取り囲む金網の裏庭にアマゾン原産の椿の大木が立ってる。違うんだな、全然違うんだな。あのさ、豚みたいに十分に餌を与えられた金色のワニが人工の池に泳いでいる。あ、これですか。これがそのガラガラを12個持ったヘビなんですか。そりゃ腰紐ですよ。そうでしょ。私も腰紐だと思いますよ。あのさ、動物園みたいなインバイアを見つけたなんて言うから来てみりゃ何のことはない。このざわじゃない。でもね、ほら動物はいるでしょ。動物は。そりゃお前ね、いることはいるけどね、これはお前動物園というよりは家畜小屋って言うべきなんだよな。ああ、幻滅だな。真っ赤な花と流行遅れのレコードの間に立ってぼんやりと客を待っている美しい混血の娘たち。これがその混血の娘か。あのさ、これで一体いくら取るの？何？お代金。バカにするんじゃないよ。ここはインバイアントじゃない。なんで首を振るの？このばあさんはね、もう140と5歳なんです。何にも覚えちゃないんですよ。じゃあ一体俺は誰と交渉すればいいの？そんな必要ないっすよ。ここは動物園なんすから。あ、そう。やりっぱなしなの。そうです。やりっぱなしなの。しかもね、ただで。バカにすんじゃないよ。おめえだってね、私はね、この村でたった一人だけ純金のお丸で用を足したことのある女なんだ。そう、純金のお丸だよ。でも出てきたのはやっぱりただのうんちじゃない。全然面白くないね。ちっともセクシーじゃないんだよな。おい、金から。運び出せ。ダメだよ。それはお父さんの骨なの。そこに書かなきゃダメなんだよ。うるせえな。泥棒って叫んだら誰も聞こえやしないよ。さっさと金貨を運び出したら。どうする？骨がなくなり、私たちはこの家の人間じゃなくなる。真っ赤な花と流行遅れのレコードの間に立ってぼんやりと客を待っている美しい混血の娘さんたちよ。泥棒。あのな、俺が呼ぶまでしばらく外に出てってくれ。ほら、出てくんだよ。ほら、出てくんだよ。あっさと行きやがれよ、野郎。かな。これだけいっぱいあるのにあの人呼べるろうそくがたった1本しかない。あ、そうだ、これ全部に火とかしてみよう。前に化粧しとかなくちゃ。突然綺麗になってあの人びっくりさせてやんなくちゃ。せっかく
ここに帰ってきてくれるんだものね、口紅ぐらいはね。なんて綺麗な色なんだろう。何見ても灰色だって言うのよ。そんなことない。私が嫁入りの時に持ってきてまだ一度も着たことのないよ。おばあ様の形見の洋服だ。ねえ、兵隊さん、私きれい？兵隊さん、私きれい？あ、そうだ。二番星に見せてやる。あの人生きてるうちによく私に色目使ってたからね。二番星、二番星。二番星、出てきてちょうだいよ。あの人もうちの人と一緒にどっかに行っちまったのかしら。せっかく綺麗になったとこ見せてやろうって言うの。裏は全く不可解なことばかり。はい、わかりました。やります。蓄音機の中で面取りが卵を温めておった。昨日読んだのはまだ書かれていない本だったし、読みをめくると月曜日ばかり。はい、わかりました。やります。あ、しかも貴様、赤見、俺の見なかった夢の中で穴を掘っておった。俺の見なかった夢の中でだ。
どうもおかしい。誰か時を変えたな。人がおつけい。貴様3メートル以内だ。お前は俺がちょっと油断するとそうやって3メートルの輪に入ろうとするが、今度このようなことがあったら民法会議に分かったな、鏡。はい、やりました。では今のことを運用日誌に記しておく。はい。3メートルの輪の外には必ず誰かいる。それは金に困ってる者だったり、百日世紀の子供を抱えた親だ。どうした？はい、自分のインク壺が見つからないようになります。お前のインク壺がない。はい、それは確かに自分の軍服の自分のインク壺だ。なあ、気がかりだ。俺は知らん。インク壺に血が入ったとおっしゃるのでありますか。佐野パガン曰く不可解だ。今度は羽目もない。ああ、これか。ティラさんのはまさか羽ペンじゃ。俺の手拭いがない。君その腰にぶら下げておくのはそれはなんだ。僕の可愛い手拭いちゃんじゃないか。はい、そうなります。それにその水筒。はい、そうなります。お返しいたします。おつけい。誰も手を触れんのに物が勝手に動くなんて。そこでだ、全てのものを本来あるべき場所に戻し、それをロープで固定せねばならない。はい、やります。本隊全員でその作業にかかれ。はい。今すぐだ、赤見。しかし、先ほどのなんだ。ロープはどこにあるのでありますか。本来あるべき場所以外のところだ。作業を始め。
まだ降ってる。雨ですよ。いつまで続くんでしょうね。雨なんか降ってませんよ。あの人の一生は小闇のない雨の一日だった。手まりさん。手まりさんなんでしょう、本当は。私はつばなですよ。隠したってダメですよ。僕にはちゃんと分かってるんです。真夜中にガバッと起きて下着に顔を埋めて我が子のことを思いながら泣いた日。お母さん、僕はその死んだ我が子の船ですよ。それとも責任を逃れよって魂胆ですか。お母さん、僕足を洗います。勝手に惜しい。死んだ我が子ならちゃんと死んでてくれよ。世界中世界中に雨の降らない日があったら僕は死ねるでしょうとかのとこ言っちゃってよ。やっと魅了してきたわ。このおとなしくしろ。おとなしくするだ。粗大ごみ。あのさ、今時145歳の処女なんて145歳の処女なんて珍しいからちょっと味見してやろうと思ってよ。この着てるもん全部脱ぐんだ。脱げよな。脱げ。おお、そうだよ。犬って言うならなってやろうじゃねえか。いや参ったなこれ。いやね、時間を計る機械が故障しちまってね、それで1年前と昨日との見分けがつかなくなっちまったんだよ。ねえ、私綺麗。おう、綺麗だね。うちの人死んじまったの。それでうちの人にこの晴れ着見せてやれなかった。それほら、またこの低層体締めることにした。もう外す必要もなくなったから。お前再婚する気ないのか。人間は中途半端な死体で生まれてきて一生かかって完全な死体になるんだって。おばあ様が言ってた。おお、完全な死体な。でもうちの人不完全な死体のまんまで死んじまったの。あ、黄色い花だ。あんた怖くないのよ。何も怖くないのよ。私もうじきそっちに行ってあげるからね。行ってまいった。一つ一つのものの名前を書いてあげるからね。シャモに餌やって夜には低層体外してあげるから。二人で豚の尻尾の生えた子供、豚の尻尾の生えた子供。穴に入っちまった。黄色い花。
ガッチャリお待たせしました。一曲いかがでしょうか。黒柳さんからお手紙ついた白柳さんから読まずに食べた仕方がないのでお返事書いたさっきの手紙のご用事何。白柳さんからお手紙ついた黒柳さんから読まずに食べちゃった仕方がないのでお返事さっきの手紙のご用事なんでしょうねって何だと思います？なんだと思って聞いてんだろ。あ、宿題です。黒柳さんはお手紙に何て書いたんでしょうね。皆さんでお考えください。その間に私は花嫁と誓いの言葉を交わします。待たせてごめんね。なかなかいい顔出してるんだから。いや、誰だ？ご覧の通りよ。神父のドン・カミーロだ。野村にはそんな心配ないぞ。ああ、その手を離せ。あの女は僕の花嫁なんだ。神父め、僕の花嫁返せ。おもにゃをしてきたぞ。進んだろ。やめろ。私ね、お前の結婚には初めから反対だったんだよ。さあ、その柱に縛り付けるんだ。これが神の無限の力よ。愛のも魅力的だな、とっても。では皆さん、式に先立ってこれからお祝いの帰りミサを行います。一列にお並びください。君は私を夫として一生愛し続けるかね。一生愛し続けます。私も君を妻として一生ラブしちゃおうと。さあ、新婚の歌。これがな、俺たちの婚礼をよく見ろ。たまにどこ行くんだほら。唾だよ。お前たちはみんな私の吐く唾だ。どこ行くんだ。帰ってくれ。騙してやったんだよ。みんな騙してやったんだよ。裏を立ててどこへも行くなんてない。また同じことを繰り返すだけだ。どうせ生まれた時から死んでいた子供娼婦の手まりだもの。古新聞にくるまれて教会のオルガンの下にキャベツみたいに捨てられてた親なし家なしの手まりだもの。誰の世話にもならないよ。ほら、また神様トンボが飛んでる。だんだん近づいてるんだよ、この世の終わりが。昨日も村から雌牛が10頭も消えたんだ。お日様が照ってるのに地上は真っ暗じゃないか。今朝はどの戸口も黄色い花で塞がれていた。テーブルに座ってピンで米粒しか食べないばあさんと何でも望みを叶えてくれるお焼き場の煙突だけが私の話し相手だった。どうして独り言ばかり言ってるの。そう男たちに聞かれるたびに私は答えてやった。100年経ったらその意味わかるよ。100年経ったらその意味わかるよって。神様トンボは嘘をつきない。両目つぶれば皆消える。教会堂は空になる。手まりのようにコロコロと
て罰を重ねつつ天の父さん呪われろ。生まれた時から死んでいた、生まれた時から死んでいた。舞い上がれ神様トンボ。100年経ったらその意味わかる。100年経ったら帰っておいで。
しみんながメイドへ手紙出したっつうの聞いてたけどな、まさかこんなに返事が来るなんて考えてみなかった。もうみんなメイドへ向かってるっつうのに行き違いになったんだな、この手紙はきっと。どれどれ。背景字が違ってんじゃないか。死んでも遅じっつうのは治んないんだろ。花本さんだな、母親で。お母さんお元気ですか。また養老院を逃げ出したそうですね。僕は元気で死んでます。でも花嫁がまだ見つからないんです。早く結婚がしたい。こうなったらどんな女でも構いません。お母さんも早くこちらに来てくださいね。声組の松さんも待ってます。川上二等兵殿、大佐。世は白壁の空き家に入って行きながら、そこに足を踏み入れた最初の人間であるということに怯え悲しんでいる夢を見た。死は不確実なものである。何一つとして物が本来あるべき場所にない。告白しよう。世は貴殿が単なる一兵卒ではなく、一兵卒を演じている精神科のインターの医学生であるということに気づいておったのだ。だが世は貴殿の期待を裏切ることはできなかった。世は狂気の中を難しいね、これは。これは隠し様。そのままよりか。生前はいろいろと失礼いたしました。メイドにて無事出産いたしました。赤ん坊には豚の尻尾が生えているので、こちらではとても評判です。皆さんも早く来てください。お、米麦様。学校の先生が変な噂を立てて困っています。私と寝た男はそのうちお腹にガマガエルがすくって七点抜刀するというのです。おかげで男が誰も寄りつきません。男が欲しい、男が欲しい、男が欲しい。早くこちらに来てください。ズンヌ様って俺じゃないこれ。神父か、神父のドン・カミール。メイドにも教会が必要と案じ、数年がかりで建立しましたが、落成式の後一晩で老化してしまい、雑草が通路のセメントの下から顔を出し、その隙間からは100年前にあなたの入れ歯の入ったコップの中で見た小さな黄色い花が顔を覗かせています。人間様、村の人々様へ。金色のエナメル靴を履いたかわいそうな女。常様に名もない女へ。ズンノ様、またおる。金畑2万5支配。いろいろお世話になりました。私たちはこちらでも3人一緒、大おばあ様の管理のもとロバ並みの生活を送っています。川の向こうには何か不思議なものがあると聞いてまいりましたが、今のところ何一つ変わったことはありません。私たちは相変わらずの生活は営んでいますが、子供はまだです。
最初のものは切り木につながる。最後のものはアリに。おい村に写真米粉おい麦粉村に写真企画したんだよ。手まりも一緒にほらみんなで写真撮ろうって。写真企画したんですよ村に。みんなで写真撮って花さん叩ける写真機が村に来てみんなで撮ろうって。写真機みんなではい、撮りますよ。せーの、バシャリ。違うか？場所が悪いんだけど、場所がね、じゃあどうぞ。はい、場所を変えましょう。はい、じゃあ場所を変えましょう。はい、はい、こっちからかな。こっちの方。はい、はい、いいかな。はい、並んでちょうだいね。はい、はい、並んで。はい、もうちょっと並んでないかな。はい、いいかな。はい、行きますよ。はい、ポーズ。せー